ご視聴、ありがとうございます。今回は、アクリル絵の具で、白子を描いていきたいと思いますが、前回紹介した、人工知能、ミッドジャーニーの力を借りて、創作してみたいと思います。メイキング動画では見せていませんが、想像画を描くときは、事前にこのようなラフスケッチを何枚か描いています。これで全体のイメージを決めてから、作品作成を進めているんですね。今回描く白子は、このラフスケッチの部分を、ミッドジャーニーに任せてみようという試みになります。ミッドジャーニーについては、別動画で紹介しているので、よろしければこちらもご覧いただければ幸いです。それでは、ラフスケッチから、やっていきましょう。イメージとしては、月をバックにした幻想的な雰囲気の、白子を描きたいので、月に向かって方向する白子、霧深い荒野の文章をメインに、少しずつ調整して、いくつか画像を生成してみました。こんな感じでいくつか絵が出てきます。作画が崩壊しているものも結構ありますが、雰囲気は十分だと思いますし、何より、短い時間でどんどんイメージが出てくるので、自分でスケッチするとき、たまに起こるスランプもありません。また、私が想像していないようなイメージも含まれてくるので、非常に良いですね。最終的に気に入ったのがこちらの画像の左下のイメージです。ちなみに、月に方向する白子、霧深い荒野、油絵風、奥行き感、ファイナルファンタジー風、というプロンプトで出したイメージです。それでは早速、このイメージを元に白子をアクリル絵の具で描いていきたいと思います。まずは、ミッドジャーニーの出力したイラストの全体的な色を見て、キャンパスにアクリル絵の具を乗せていきます。全体的に青みがかっていて、上と下の方が暗く、真ん中ら辺が白いです。遠くの方にはピンク色も入っているので、適当に混ぜておきましょう。次に、乗せた絵の具を混ぜて、全体的な色のイメージを作っていきます。ブラシでぼかしながら、ミッドジャーニーのイラストに近づけていきます。この際、見本の絵に何が描かれているかを見ずに、画面のどの辺が黒いか、どの辺が白いか、ということに集中すると良いと思います。全体的な色のイメージが描けたら、形を整えていきます。ミッドジャーニーのイラストの、月や岩場など書かれているものを観察して気に入るところはそのまま書き、変だと思うところは修正して書き直します。月を中央にして、白子の後ろの岩をなくしました。ここまで書けたら、ミッドジャーニーのイラストはお役目終了です。一旦キャンパスを乾かして、月の部分を細かく書き込んでいきます。続いて、円形部分の霧や山を書き込みます。次に、中継部分の大木を描いていきます。円形より近い位置にあるので、比較的イメージをはっきりさせて描いたのですが、白子と月をテーマにしたいので、もう少しぼかした方が良かったかもしれません。次は、手前側の岩場と霧の部分を書き込んでいきます。最後に、白子を描いていきます。これで完成ですが、白子の顔を月に向けた方が良かったかもしれません。今回は、ミッドジャーニーをラフスケッチとして使って、アクリル絵の具で白子を描いてみました。
全体を描く段階では、カラーの下絵がある状態なので、非常にやりやすく感じました。一方で、細部を書き込んでいく段階では、自身で一度も書いていない状態なので、後々修正した方が良いと思う点が、多く出る印象です。このあたり、うまく使い分けて、アナログイラストを描いていきたいと思いました。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。